さて、ディアブロとバンサバが融合した最近スチームでかなりの注目を集めた作品がついに正式版発売とのことで、今回はバベルの塔混沌の生存者たちの紹介を行います。こちら見た目ダーケストダンジョン、戦闘システムはヴァンパイアサバイバーズ、戦利品や UI にディアブロを採用した作品です。1ステージごとにとにかく大量の敵を倒しつつ、そのステージ限定のランダム能力を得ながらプレイヤーが超強化されていきます。制限時間を生き延びるか、あるいは最後のボスを倒せばクリアです。道中は敵からディアブロ系戦利品がジャラジャラドロップし、生きて帰れたら全て持ち帰れます。クリアできない場合はいくつかを失いますが、お店で売られるためお金を貯めれば購入できます。このゲーム性は最近ではトレンドのランダム性能の装備を集められるバンサバ系となっており、より繰り返し遊ぶ意欲につながるという仕組みです。本格採用したのがデスマストダイという作品で、そのヒットを受け、それ以降結構なバンサバ系が採用し始めています。そんな中でも今回のバベルの塔はデモ版の時点でとても注目を集めました。まずビジュアル面でのクオリティの高さが目を引きました。ダーケストダンジョン風というだけで出来上がっており、そこにディアブロ系の UI をそのまま採用しました。そして戦闘画面のエフェクトの見た目も良く、攻撃ヒット時のサウンドが心地よいということで、一歩抜き出た話題作となりました。この制作会社は過去にモバイルアプリを作られており、そこでダーケストダンジョンのビジュアルの別のトレハンゲーをリリースしていました。そこからガヤ UI を流用し、ある程度作りやすかったかと思います。そしてこのゲームの何よりも面白い点は、レジェンダリー装備の存在です。最近のディアブロ4とかと一緒です。体の各部位に特殊な性能付きの装備が敵からポロッとドロップします。それにより道中得られるランダムスキルを強化してくれます。貫通するようになったり、分裂したり、全く異なる性質になったりとかです。そしてレジェンダリー装備自体もランダム性能であるため、より良いレジェンダリーを見つける楽しみも生まれます。さらにディアブロ4のグレーターアフィクセスも採用しているため、厳選がそれだけはかどります。ということから序盤は少なくとも何か構成を作りつつ遊ぶという感じにはなりません。装備が集まらない限り、現状この作品はスキル同士のシナジーはあまり生まれません。例えば雷系のスキルがいくつかありますが、揃えたところで雷威力がより強くなるなんてことにはなりません。雷が強化される能力の装備が揃ってきてからが本番です。つまり戦利品主体のゲーム性になっているということがわかります。より良い装備を見つけることが強さにつながります。よって序盤はまずはレベリングを楽しむことです。先ほどの通り、見た目もエフェクトも音もとても良く、普通のバンサワとしても十二分に楽しめる内容です。スキルはレアリティの高いものを取ることを優先すると良いです。そして不要な装備はお金に変換し、そのお金でキャラを強化できます。鍛冶屋で装備を鍛えたり、あるいは永続強化でお金を用います。装備解体はありません。鍛冶屋で他に行えるのは、ジェム、ジュエル、ルーンの装備へのはめ込みです。UI から見るにジュエルはちょっと違う可能性もあります。ルーンは2つはめ込み式であり、ディアブロ2タイプなのか、ディアブロ4タイプなのかはわかりませんでした。まだ未入手です。現状入手できるかもわかりません。何にせよ結構なディアブロ風のクラフトが用意されています。永続強化の方は定番の基礎ステータスアップのほか、ゲーム中ランダムで登場するスキルのレア度が高まる確率を上げられます。レア度コモンがアンコモンになったり、エピックになったりとかです。ただ先ほどの通り装備が揃わないことにはどのスキルを優先して確率を上げたら良いか決められません。まずは基礎ステータスを優先するのが良さそうです。ただ好みのスキルがあるのであればその確率を上げるのもありでしょう。それと永続強化を一定まで上げると効能が出ます。別途基礎ステータスが上がったり装備可能アイテムレベルを上げられます。ひたすらバンサバを楽しみつつ装備とお金集めでキャラ強化を楽しむゲームループが見事出来上がっています。他にデモ版から追加された点としてスタッシュにアイテムを預けられるようになりました。またクラスが2体追加されました。魔法使いと文句です。育成はキャラごとです。お金も個別です。装備に限ってはクラス専用のほか共通で用いられるものもあります。他クラス向けの良いものを見つけたら切り替えるといった様々なクラスの構成を並行して作りながら遊ぶのも面白いことでしょう。今後のアップデートでさらに新クラス2体が予定されています。
それから細かい便利な点として、ゲーム中3つのランダム能力を選ぶ際、このスキルの登場頻度を上げてほしいという設定が可能です。デフォルトでは2つまで設定できます。より自分の思った構成作りがしやすくなっています。またこの回数は装備品のランダム性能で増やせるかもしれません。ゲーム中の装備鑑定回数プラス1とかあるためです。その他デモ版からの改善点として街中の移動速度アップが挙げられていますが、それでもまだゆっくりな感じがします。設定から拠点のみ早歩き可能とかあっても良さそうです。そして現状 Steam でのレビューがあまり良くありません。クラッシュ問題ととにかく成長が渋いということが不評につながっています。永続強化でお金を払ってもビビたる数値しか上がらないし、キャラ同士でお金を共有できない点を不満に思う人がマイナスをつけています。ただ現状は早期アクセスのため、ここら辺は留意が必要です。ゲームバランス調整は今後じっくりと行われていくことでしょう。何よりも価格がとても安価です。現在 10% 割引の1080円で、この価格帯にしてはとても高品質です。いろいろな作品の組み合わせとはいえ、ここまでの画を作るのはなかなかできるものではないため、気になる方は今のうちにチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。タワーオブバベル。まずは街中からですね。以前のデモ版ではこの街中はほとんどロックされていて利用できませんでしたが、早速人とかいますね。まずはこちらかな。正体不明の通訳者。案内してくれると。早速塔に向かえと言われてますね。1階から開始。挑戦。うわー。アイテムレベルは1から3。で、時間10分のようですね。画面中央上。で、キャラクターを動かして、エイムは自分で行う。オプションで自動設定も可能です。で、レベルが上がって、定番の3つの中から1つ能力を選択します。一番左は持続時間。スキルの持続時間が 10% 増える。真ん中は呪い。敵の数が増える。難しくなるが、その分レベルアップも早くなるのかな。で、右はマナ回復。さらに一番右。リロールとか初めから結構使えますね。2回使える。スキル祝福ってなんだこれ。で、スキルブロック。これはもう出さないようにすんのかな。で、アイテム鑑定。これは拾ったアイテムを即鑑定できるのかな。本来は街に戻ってからね、鑑定だったような気がしますが。じゃあ、はじめは敵の数を増やしていきましょう。とりあえず経験値アップは測るんだ。お、早速出ましたね、アイテム。しかし、戦闘中は確認できない。拾ったアイテムはね。で、さらにレベルアップ。ライトニング。何かとディアブロライクで、ライトニングが人気ですね。性能も強いものが多いです。真ん中は特殊攻撃が強化される。特殊攻撃ってどれを指すんだ？四角で詳細が見れる。なんか投げるのかな？炎をね。で、基本攻撃アップですね、これは。じゃあ今回は雷系を鍛えましょうか。あ、早速落ちてますね。で、今食らってしまいましたが、ライフ回復が出るんでしたっけ？栄唱速度。スキルのクールタイムが早まるのかな？マナの概念もありますよね。クールタイム以外に。真ん中はトレハン向け能力ですね。マジックアイテム発見率が広がります。一番右はライフ再生。これ1個取っときましょうか。これ性能がいいのかな？一番右は。なんか星みたいなのが2つついてますね。一気にレベル2になる。とけ取りました。雷は放たれてますが、マナーは減ってませんね、多分。マナーを使うスキルは自分で押す系じゃないかな、多分。回転ブレード、光の槍、天の裁き。じゃあ早速、リロールを使いましょうか。うら！さあ、リロールを使ったことで、死神召喚。これは召喚魔法か。対爆破、ネクロ系ですね。デッドスワンプ。この召喚系かな。移動速度低下。これにしましょうか。補助系。さあ、発動しますね。これはあながちディアブロ3あたり、ウィッチドクターあたりが使えそうですね。さらに、一回復活できる。もしくは、経験値が増える。これは氷。じゃあこれにしようか。さあ、レベルアップ早いね。範囲増やすか、復活増やすか。復活一回増やそうかな。で、背景とかは特に壊れないんでしたっけ？どうかな？デモ版からは特に。あ、壊れましたね。樽は壊れるんだ。しかしこういう場所に引っかからないようにはなってますね。あんまり動く必要がないような、そういうゲーム性だってような感じしますが。スキルはどれくらい取れるかは特に書いてませんね、今んとこ。何種類まで持てんのか。祝福使ってみようか、どうなるのか。
より頻繁に出現してほしいスキルを選択するんだ。じゃあ攻撃範囲。祝福してみた。アイテム鑑定。あ、やっぱりこの段階で使えるんだ。鑑定するアイテム。やっぱこのレアでしょ。鑑定するんだよね。おー、鑑定。で、装備ができますと。これアーマー値が増えて、視力アップか。祝福の祭壇必要レベル1。何かな。まあ、装備しよう。これ以外は鑑定できないから装備できない。そして特殊攻撃。取ってみよう。特殊攻撃は R1 で撃てますね。これが自分で撃つやつだ。マナ使ったかな。マナのある限り撃てる感じだね。ってことはマナ回復も重要になってきましたね。あいつなんだ。あ、逃げ始めた。ミミック的な、もしくはトレジャーゴブリン扱いかな。やつを倒したい。俺待て。うわ、この野郎。倒した。ああ、レジェンダリーだ。やった。それで回収したい。よし、回収。そう、残り1分ほどですが、数字が赤くなってますね。レベルの上がりがほんと早くていいよ。めちゃくちゃ心地よい。お、1回クリア成功。ラン終了までなるべく回収するお金を。ここまでか。やったー。初めはクリアできるようになってんだね。こんなに回収した。盗まれたアイテムは今回はなし。さあ戻ってきて、鑑定してくれるの？無料鑑定か。で、装備ができると。これの特殊能力は、基本攻撃時、次の特殊攻撃のダメージが 10% 増加、最大50。まあ、これ今、ディアブロ4のグレターフィクシズみたいなものですね。ちょっと性能の良い追加効果がなされています。あとはマントにアミュレットにベルト。同じ装備でも、ちゃんと性能違いになってますね。あとは売ってしまっていいのかな？売るというか買いたいか。ここは？あ、ここでキャラクター変えられるんだ。なるほど。ウィザードに格闘家がいる。アンロックするにはどうしたらいいんだ？ 2 回クリア。これは3回。おお。いいね。いきなり3体使えるよ。これスタッシュか。スタッシュはどれくらい預けられるんでしょうね。じゃあ街の施設を覗いていきましょうか。これは永続アップグレードでしたっけ？そうですね。これらを上げれば上げるほど強くなりますと。まあ、キャラクターレベルアップ代わりでしょうね。これで自分の構成が作れますと。お金が必要なんだ。で、ここがお店か？ここで買ってもよい。もしくはトレジャーゴブリンのアイテムが並びます。あとは鍛冶屋かな？ここで何ができるんだ？アイテム強化。これ強化できる？強化するとどうなるんだ？基礎ステータスがちょっと上がるっぽいね。ビビたるもんだね。それが上がんないのかな？特殊レベルオプション。これなんだ？祝福レベル6で最大強化レベルプラス 1？ お試しで一回強化してみましょうか。安いからね。ほい。最大4回ね。これが何かな？まだいける？ 4 回行こうか。安いからな。4回まで上げたが、まあ、ぼちぼち強くなった程度かな。ジェム。ここでソケットをはめられんのか？それっぽいね。ジェム挿入。ジュエルもある。ディアボロ2ならばおなじみですが、ジュエルはね。ルーン。伝説装備を投入。ソケット穴が2つある場合、ルーンを2つはめられるんだ。これ、ディアボロ4形式なのかな？どうなんだろうね。もしくはディアブロ2相当なのか。で、解体はなさそうだね。鍛冶屋に。店売りが基本になるのかな。ここは利用できない。まだ未実装なのかどうかだね。利用できない。進むにつれ利用できるのかどうか。とりあえずこんなもんか。街の施設は。エレベーターのそばに寄ったら、ここで一括販売できますと。いちいちお店まで行かなくても。便利だね。売ってみた。お金いくらになった？ 358。じゃあ永続アップグレードしましょうか。戦士だからやはり火力上げた方がいいでしょう。攻撃速度とかじゃないの？マナー回復量でもいいか。技に対しても強化ができるようだね。これらの技が出るから、どれかを鍛えてもよい。攻撃速度アップないな。ウィザード。これ使ってみようか。ファイヤーボールに特殊攻撃は冷気、炎に氷か。で、これはキャラごとなのかな？永続アップグレードはね。さあ、ウィザード。これは入念なエイムが必要だね。飛び道具だから。当たらない。当てにくいぞ。あ、一応範囲攻撃になってますね。
あとはライトクリック。ノバですね。フロスト。設定でオートエイムをオンにしてみよう。オートエイムをオンにしてしまうと、自分で狙うことは完全にできなくなるのかな。まあ、こっちも楽でいいかな。これは鍛えるというよりは、登場時にね、プラス1レベルアップではなく、プラス2とかプラス3とかプラス4。その出る確率が増えるというものなんだ。まあ、構成作りにはちょうどいいね。さらに画面上にあるこれ。これなんだこれ。今2ポイント割り振ったけどね。最大30ってあるよね。30レベルかな。それ以外に色々あるけど。もっと上げてみないことにはわからないね。祝福の祭壇、これか。これを多分、これね、ここまでマックスまで上げれば2になるんだ。つまりどれか一極化してあげようとするとお金がかかってしまうからね。ある程度分割してあげた方がいいのかな。ちょっと上げてみたいな。これ上げればあまりお金にならないから。いけるか？どうした今キラーンって光ったけど。何起きた？レベル1になった。このカテゴリーがレベル1になりましたね。これは何を意味するんだ？能力の祝福。これはついたのかな？その可能性があるね。うん。レベル1になったから。さらに強化。あと、6つ。1、2、3、4、5、6。レベル2。これで、とりあえず祝福レベル2は装備可能になりましたね。格闘家。これ使ってみよう。さあ、格闘家。ぶん殴るようだね。あとは特殊攻撃。リープ？なんか、ダッシュで突っ込む感じだね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。